今日は少しショックなことを言わなければなりません。あなたが一生懸命に勉強して教科書で最初に習ったさようならやあなた。実はこれらをそのまま使うと日本人は心の中でこの人なんだか感じ悪いなと思ってあなたの元から離れていきます。教科書を信じすぎるとせっかくの友達を失うかもしれません。こんにちは、ペンギンジャパニーズです。私はこれまで多くの N4、N3 レベルの学習者を見てきました。文法は完璧。単語もたくさん知っている。なのになぜか日本人の友達ができない。と悩む人をたくさん救ってきました。今日の動画を見れば、日本人が心の中でイラッとする地雷ワードがすべてわかります。もう二度と知らないうちに誰かを傷つけることはありません。動画の最後には相手の心を一瞬でつかむ魔法の言い換えもお伝えします。なぜ NG フレーズを知ることが重要なのか。それは日本人はあなたが失礼なことを言っても失礼ですよとは教えてくれないからです。優しく微笑みながら静かにあなたの前から消えていくだけ。これを私はサイレント失踪と呼んでいます。怖いですよね。勇気を出して話しかけたのに相手がなんだか冷たい。そんな経験があるならそれはあなたの日本語能力のせいではありません。単に教科書には載っていない裏の意味を知らないだけなんです。でも安心してください。今日はそんな教科書の罠を10個ランキング形式で紹介します。これさえ避ければあなたの日本語は劇的に温かく聞こえるようになりますよ。本編に入る前にもしあなたが教科書じゃなくて生きた日本語を学びたいと思うなら今のうちにチャンネル登録をして私と一緒に勉強を始めましょう。それではまず第10位から4位までを一気に見ていきましょう。第10位、あなた。教科書では You だと習いますよね。でも目上の人や初対面で使うと何様と思われます。まるで警察の取り調べです。相手の名前を知っているなら必ずなんとかさんと名前で呼びましょう。第9位、いいえ。否定が強すぎます。日本人の耳には心のシャッターをガシャーンと閉める音に聞こえます。ちょっと難しいですと濁すのが大人のマナーです。第8位、さようなら。これは永遠の別れのニュアンスが含まれます。学校や会社で毎日使うと、もう二度と会えないのと寂しくさせてしまいます。お疲れ様でしたやまたねを使いましょう。第7位、頑張って。相手がすでに限界まで頑張っているときに言うとプレッシャーになります。無理しないでねと言える人の方が日本人は心を開きます。第6位、どうして？ Why ですが強く言いすぎると相手を責めているように聞こえます。何かあったんですか？と優しく聞いてみてください。第5位、すみません。謝りすぎは逆効果です。感謝すべき場面でもすみませんと言っていませんか？ありがとうございますと言った方が相手もハッピーになります。第4位、無言です。言葉ではありませんが一番の NG です。日本人は相槌を大切にします。へーとか、そうなんですねがないと私の話つまらないのかなと不安にさせてしまいます。さあ、ここからは特に重要なトップ3です。これを間違えると人間関係にひびが入ります。
第3位。結構です。No thank you のつもりで使っていませんか？これは丁寧に見えて、実は拒絶のエネルギーがものすごく強い言葉です。せっかくお菓子を勧めてくれた友達に結構ですと言うと、あなたの親切はいりません。邪魔です。と突き放しているように聞こえてしまうんです。悲しいですよね。そんな時は、大丈夫です。ありがとうございます。と笑顔で言いましょう。第2位。わかります。I understand ですが、目上の人や先生に使うと、あなたのレベルを私が評価しましたという上から目線のニュアンスが含まれます。先生に対しては、承知いたしましたや深く納得したときは、勉強になりますと言ってみてください。それだけで可愛がられる生徒になれます。第1位。また今度。日本人が最もよく使い、そして最も誤解を生む言葉です。誘われた時に、また今度というのは多くの場合、No、行きたくないのサイン。でも、もしあなたが本当に行きたいのに忙しいだけでまた今度と言ってしまうと、相手は、断られたんだなと勘違いして二度と誘ってくれなくなります。本当に行きたいときは、来週はどうですかと具体的な日程を出してください。これで行きたい気持ちが初めて伝わります。さて、ここまで10個の NG フレーズを見てきましたが、最後にお約束していた魔法の言い換えを2つお伝えします。これを使うだけで日本人はあなたに対してなんて素敵な人なんだと一瞬で心を開いてくれますよ。魔法のフレーズ1、お気持ちだけいただきます。何かを断るとき、単にいりませんというのではなく、この言葉を添えてみてください。これはあなたの親切な気持ちはちゃんと受け取りましたよ。でも、とは大丈夫です。という相手へのリスペクトを込めた究極の断り方です。これを言われたら断られた側も嫌な気持ちになりません。魔法のフレーズに、助かります。ありがとうございますの代わりに、あるいはセットで使ってください。日本人は役に立ちたいという気持ちが強いので、あなたのおかげで私は救われましたという意味の助かりますと言われると最高に嬉しいんです。ありがとうございます。助かります。このセット、今日から絶対に使ってくださいね。ここまで見てくれたあなたにどうしても伝えたいことがあります。今日の NG ワードを知って日本語ってめんどくさいな、怖いなと思ったかもしれません。でも大丈夫。安心してください。あなたが今相手を傷つけたくないと思ってこの動画を最後まで見てくれた。その時点であなたはもう最高のコミュニケーションの第一歩を踏み出しています。言葉のルールは少しずつ覚えればいいんです。間違えてもいい。その優しさや歩み寄る気持ちは必ず相手に伝わります。私がついているから一緒にゆっくり進んでいきましょうね。今日の復習です。1、あなたは名前で呼ぶ。2、いいえはちょっと濁す。3、拒絶するときこそ感謝をセットにする。この3つだけでも今日から意識してみてください。これからもあなたの日本語がもっと輝くようなレッスンを届けていきます。次の動画でもお会いしましょう。それでは、またね。